こんにちは、風船の種です。今日はロックツイストを使った花の作り方をご紹介します。基本のロックツイストを連続でひねるだけなので、簡単に作ることができて、とても可愛らしい花に仕上がります。バルーンアートを始めたばかりの初心者の方にもおすすめです。用意するのはペンシルバルーンが2本とハサミです。1本は花びら、1本は花の中心に使います。まずは花びら用の風船に空気を入れていきます。空気を入れる量はだいたい45センチか50センチを目安に入れてください。今回は6枚の花びらを作っていこうと思うので、この後ロックツイストを連続で6回ひねっていきます。まずひねる前にその都度しっかりこのように風船を揉んで空気の圧を弱くして柔らかくしておきます。まず1つ目のバブルをひねっていきますが、バブルの大きさは4センチくらいを目安に小さめのバブルをひねっていきます。そして2つ目のバブルも同じ大きさでひねるように意識してください。全部のロックツイストがきちんと同じ大きさに揃うことで、最後きれいな花に仕上げることができます。次も同じく4センチのバブルをひねったら、結び目と最後にひねったところをしっかりと寄せて一緒にひねります。3回か4回ひねってください。そしてこの口巻きをロックツイストの間を通して反対側に出します。口巻きをロックツイストの間に押し込みながら反対側にこのように出してください。そうすることでロックツイストがきちんと固定されます。同じく5回ロックツイストを作っていきます。その都度しっかりと揉んで柔らかくして、最初に作ったバブルと大きさをきちんと揃えて、2つのバブルを作ったら両側のひねり目を寄せて一緒にひねります。同じように繰り返してください。揉んで大きさを揃えたバブルを2つ作って、ひねったところを寄せてねじります。揉んで柔らかくして大きさを揃えたバブルを2つ作って、中心でしっかり寄せてひねります。ロックツイストの数が増えてくると中心でひねるのがちょっとやりにくく感じますが、数が増えてもやる手順は同じです。中心が混んできてもしっかりと
ひねり目同士を合わせて中心でひねってください。全部で6個のロックツイストが出来上がりました。余った空気を抜いていきます。風船の先端の空気の入っていないところにハサミを入れて、空気を抜いてください。そしてこの風船を中心に集まっているひねったところを寄せるようにしながら何回か巻きつけてください。ロックツイストの位置を整えていきます。横に並ぶように位置を調整してください。この余ったバルーンは見えないように花びらの間に挟んでおきます。これで花びらの出来上がりです。次に花の中心部分を作ります。ほんの少しだけ空気を入れていきます。ポンプを少し押して、ほんの少しだけ空気を入れたら、小さいまん丸のバブルになるように空気を抜いて調整します。押さえている指を少し緩めながら、ゆっくりと空気を抜いて、小さいまん丸のバブルにしてください。結びます。左右のバルーンを寄せるようにしながら固結びします。このように固結びして、まん丸のボールができました。これを花の中心に取り付けます。まずこの口巻きのところを花びらの間を通して裏側に持っていったら、もう一往復して固定します。こちらの長く残っている風船も花びらの間を通して裏側に持っていって、もう一度往復させてください。今回はこの長く残っている風船を使ってブレスレット状にしておきます。腕の大きさをだいたい確認したら、その分の輪っかを残して、残っている風船をまた花びらの間に通して固定します。往復させてください。最後にこの残った部分も
花びらの間に見えないように挟み込んでおきます。もう一度花びらの位置をきちんと揃えるように調整します。はい、これで完成です。同じ大きさのバブルを作ってロックツイストを6回繰り返すだけでとても可愛らしい花が出来上がりました。こちらもロックツイストを使った花になりますが、5枚花びらで1つのバブルの大きさを大きくしたものになります。6枚花びらが大変な場合には5枚花びらでも十分に可愛いですし、1つのバブルの大きさを大きくすることでもだいぶ印象の違った花になります。花びらの枚数やロックツイストの大きさはお好みで調整してみてください。いろいろな色でたくさん作るのもおすすめです。初心者でも簡単に作ることができるこのロックツイストの花、とても可愛いので、ぜひたくさん作ってみてください。